車での走行中にあなたが体験した一番危険な出来事は何ですか？ 2023 年4月19日、アメリカコロラド州アーバダ、夜10時40分頃、ハイウェイ93号線を走っていた男性ブライアン・スミスさんは思わず声を上げました。おお！対向してきた黒いピックアップトラックから放り投げられたのは造園用の大きな岩。走行中だったこともあり、その岩はスミスさんの前を走っていたミニバンのガラスを突き破り、彼の車のフロントガラスにまで衝突したのです。おいおい、死人が出てもおかしくないぞ。あまりの危険行為にスミスさんが戦慄していたその頃、少し道路を進んだ先でまた別の車が被害に遭っていました。そしてその車の傍らには人間の脳が飛び散っていたのです。ハイウェイを猛スピードで走り回り、対向車に岩を投げつける黒い車。ついには殺人を犯してしまった犯人の目的とは。莫大な被害をもたらしたその犯行は、犯人にとってはただの悪ふざけだったんです。おつすけちゃんです。にゃみやみこーです。私の友達のさ、すっごい怖い話が届いたんだけどさ、知りたいね。ちょっと聞いてほしいんだけどさ、怖い話皆さん好きでしょうから、確信が持てない話なんだけど、私の友達がカフェを経営しててね、カフェの近くに自転車を止めてるらしいの、駐輪場にね、カフェでテイクアウトの自分のとこのロゴが入ったホットなやつを販売したと、でその日営業が終わって帰りに駐輪場に行ったら、カゴの中に自分のカフェのロゴのそのカップが入ってたんだって。お客さんがそこにゴミ捨てたってこと？まあ結果的に言うとそうなんだけど、それがその友達の自転車だって分かって入れてんのか、偶然ね、そのテイクアウトした人もそこに自転車止めてて、隣のカゴにポイって入れたのか、怖くない？多分さ、美味しすぎてありがとうって入れたんじゃない？いや、怖いわよ、一番。知ってるってことじゃない？その。いや、多分知ってるよ、それ。怖っ。自転車何個もあんの？3階建ての地下1階もある駐輪場なのよ。止めてんの地下ってこと？ 2 階って言ってた。それマジで多分狙われてると思うよ、冗談抜きで。怖っ。今回はアメリカコロラド州で起こった非常に恐ろしい殺人事件をご紹介します。犯人は夜の道を走りながらすれ違う車に岩を投げつけ、一人の女性を殺害してしまうんです。いや、運転中に突然岩が飛んでくんでしょ？岩ってどんぐらいのもんよ。怖すぎるんだけど。アメリカのハイウェイっていうのはもうかなりの速度をね、出す道でもあるんで、そもそもね、被害者の方がね、恐怖を感じたかすらもわからないんですよ。一瞬の出来事ってことね。被害女性はその日、仕事終わりに恋人の家に向け車を走らせていました。悲しいことにその恋人が遺体の第一発見者となってしまうんです。途切れた通話。2023年4月19日、アメリカコロラド州アーバダ、夜10時半頃、20歳の女性ジェンナ・グリックスさんは同性の恋人アレクサ・バーテルさんから電話を受けました。さっき仕事が終わったところ、もうすぐ着くわ。お疲れ様、待ってるわね。アレクサさんは職場からジェンナさんの家へ向けてインディアナストリートと呼ばれる大きな道路を北へ走りながら電話をかけていました。約2年間交際していた2人。アレクサさんはバスケと音楽をこよなく愛する女性で、その場の雰囲気を明るくするいわゆるムードメーカー。優しくて誠実な彼女のことを恋人のジェンナさんはとても大切に思っていたのです。アレクサさんの職場からジェンナさんの自宅までは車で15分ほど。束の間の通話を楽しんでいた2人は、その間に何か起こるなどと予想もしていませんでした。そしてそれは彼女たちが通話を始めて数分後のこと。スマホの向こうから大きな音が聞こえ、ジェンナさんは思わず顔をしかめました。アレクサ、どうかした？そこからジェンナさんがいくら呼びかけても、恋人のアレクサさんは何も言わなくなってしまったのです。ジェンナさんは一度電話を切り、再度アレクサさんに電話をかけますが、何度かけ直しても彼女は応じず、そのためジェンナさんは iPhone を探す機能を使ってアレクサさんがどこにいるのかを確認するのです。すると、どういうこと？恋人のアレクサさんの位置情報として示されたのは、道路から大きく外れた野原の上。人が立ち入るような場所ではありませんでした。異常事態を察したジェンナさんはアレクサさんの母ケリーさんへ連絡した後、その場所へ向かったのです。位置情報が道路大きく外れてるって、もう完全にさ、コントロール失っちゃってんじゃないの？そうなんですよ。ジェンナさんがね、現場へ向かうと、そこには想像もしたくなかった光景が広がっていたんです。
恋人のアレクサさんの位置情報を頼りに現場へ向かったジェンナさん。そこには道路を大きく外れフェンスを突き破って野原に停車している黄色のシボレースパークが。それは紛れもなくアレクサさんの車でした。ジェンナさんはその場所まで急いで車を走らせアレクサさんの様子を確認。彼女は震えた声で悲鳴を上げました。ジェンナさんの目に飛び込んできたのはハンドルにもたれかかったまま動かないアレクサさんの姿と血まみれの車内。彼女はその惨状をそれ以上直視できずすぐに警察と救急隊を呼んだのです。その後到着した警察が確認するとアレクサさんはすでに亡くなっていました。フロントガラスに開いた大きな穴は何らかの物体がガラスを突き破ってアレクサさんの頭部を直撃したことを示唆。そしてその車の後部座席には彼女の脳が飛び散っていたのです。脳組織の一部はすぐ近くの道路脇にも飛び散っており、とてつもない衝撃でアレクサさんの頭部が破壊されたことを物語っていました。対応した救急隊員の一人は勤続21年のベテランでしたが、この現場を見たトラウマによりその後キャリアを終えざるを得なくなったほどだといいます。さらに同じ道路脇には血のついた岩が転がっていました。造園用と思われるその岩は重さ約4キロ。走行中に投げ込まれたそれは一瞬でアレクサさんの命を奪ったのです。えげつなさすぎるわよ。岩投げつけられてどんなことになるのかって思ってたけど想像以上だわ、これは。救急隊員もね、トラウマになるほどだっていうね、状況だったらしいです。そして被害者は亡くなったアレクサさんだけではないんです。その日、夜のハイウェイで何が起こっていたのか。黒いピックアップトラック。うわなんだ事件当日の2023年4月19日の夜10時15分、ハイウェイ93号線を走っていたウーバードライバーは突如激しい衝撃音に襲われました。ドライバーに怪我はなかったものの運転席側の窓が粉砕。隣を走っていた黒いピックアップトラックから何かを投げつけられたようでした。正体を隠すかのように猛スピードで走り去っていったその車。被害に遭ったのはこのドライバーだけでなく、当日この近辺では少なくとも7台の車が岩を投げつけられていました。10時40分頃にはミニバンのすぐ後ろを走っていた男性ブライアン・スミスさんが対向車から岩が放り投げられる瞬間を目撃。岩は前のミニバンの運転手を負傷させた後、車体を突き破りスミスさんの車のフロントガラスにまで衝突しました。この時も犯人の黒いピックアップトラックは猛スピードで逃走。亡くなったアレクサさんの車に岩が投げつけられたのはこの直後のことでした。すれ違う車に手当たり次第に岩ぶつけてんでしょ。犯人何がしたいのよ、本当に。マジでね、意味不明ですし怖すぎますよね。果たして犯人は何者なんでしょうか。警察はアレクサさんの事件について捜査を進めるうち、近隣で同様の被害を受けた車が多数いることを把握。防犯カメラを確認すると、事件当日の夜、黒いピックアップトラックが現場付近をかなりの速度で走り回っている様子が映されていました。警察は犯人特定のためジオフェンス令状を取得。ジオフェンス令状とは、特定のエリアと時間を指定してそこに存在したスマホの位置情報を要求できる許可状のこと。警察は携帯電話プロバイダーからリストを入手し、不審な人物がいないかを確認しました。そして事件から6日後の4月25日、ある一件の情報提供によって事態は一変します。通報してきたのはジョセフ・ボップ君という18歳の少年。彼は確かにこう言いました。事件があった日の夜、友人がピックアップトラックの荷台に造園用の岩を積み込んでいるのを見たんです。ボップ君はその日、バイト先の友人から夜のドライブへ誘われた先でその光景に出くわしたと言います。ボップ君の友人という時点ですでにお察しの方もおられるでしょう。そう、ハイウェイですれ違う車に岩を投げつけていた犯人は高校生の男子3人組だったのです。警察がプロバイダーから入手したスマホの番号リストには、ボップ君が話した友人のうちの一人の母親の番号が。ボップ君の証言とそのリストが証拠となり、翌日犯人の少年3人が逮捕されたのです。走行中の車に岩投げるなんてさ、しかも高校生3人でしょ、何危険思想でも持ってんの、危険思想っていうよりは、事のね、重大性っていうのを理解していなかったのかもしれません。彼らはなぜ何人もの怪我人を出しながら走行中の車に岩を投げていたのか。悪い友達。
事件当日の4月19日の夕方6時半、後に警察への情報提供者となるボップ君は犯人グループのうちの一人に呼び出され、彼の家へ向かいました。彼の名はジョセフ・エドウィン・ケーニッヒ。ケーニッヒの家に到着すると、そこには彼の友人であるニコラス・カロル・チックとザッカリー・クワクも来ていたのです。チックが車出してくれるってよ。ドライブ行こうぜ。ボップ君はケーニッヒに促されるまま、彼らの黒いピックアップトラックに乗り込みました。高校生4人はしばしドライブを楽しんだ後、スーパーの駐車場へ。ここでボップ君はトイレに向かったのですが、車へ戻ると友人3人の奇妙な行動が始まっていたのです。ボップ君が目にしたのは、駐車場の隅にあった造園用の岩を次々とトラックの荷台に積み込んでいく友人3人の姿。いぶかしげに見ていたボップ君に対し、ケーニッヒは得意げに言いました。走ってる車に投げつけて遊ぶんだよ。その言葉を聞いたボップ君は、ここで3人と別れて帰宅することに。ケーニッヒは時折悪ふざけが過ぎることがあり、ボップ君は嫌な予感を覚えたのです。そう、ケーニッヒたちは最初から走行中の車に岩を投げつけるこの遊びをするために集まっていました。実はケーニッヒとピックアップトラックを出したチックの2人に関しては、2ヶ月前から同じ犯行を10回以上も繰り返していたのです。彼らが他人の車に岩を投げつけるのはやることがなくて暇だから。夜遅くの犯行かつ猛スピードで逃げてしまえば特定されないと考え、完全な暇つぶし感覚でこの危険な行為を繰り返していたのです。いやいや、もうちょっとしたいたずらみたいな感じで話してるけどさ、もうこの子たちは自分たちがやったことによって怪我人出てることとか知らなかったわけ。どんなことになるかぐらいわかるでしょ、高校生だったら。本当は呆れちゃうんですけど、不良とかってね、こうつるむとさ、なんかだんだん調子乗ってさ、危険行為がエスカレートしていくっていうのがあるじゃないですか。気が大きくなるわよね。これはね、心理現象としてあるんです。というわけで本日のメトラキーワード、ピア効果について。ピア効果とは、友人や同僚など身近な人に影響されて行動が変化する現象のこと。価値観やルールを共有し合う仲間同士には、相手に受け入れられたい気持ちから相手の行動に合わせようとする心理が働くのです。例えばテンプル大学の心理学者ローレンス・スタインバーグ氏は、10代の若者は一人で運転している時よりも友人といる時の方が事故率が4倍高いと説明しています。スタインバーグ氏は模擬運転のゲームと脳波の測定を駆使した実験を実施し、その結果、一人でゲームをしている時よりも友人が部屋にいる時の方が脳内の報酬系が活性化され、危険運転に走りやすい傾向が示されたのです。そして一口にピア効果といっても、共に過ごす仲間の性質によってどう影響するかは変わります。悪い友人と過ごせば危険運転や飲酒、ドラッグなどの行為が助長されますが、成績優秀で真面目な学生同士なら互いに切磋琢磨し、成績を向上させる傾向があるとも。要するに10代の若者はどんな友人と過ごすかに行動を大きく左右されるということ。ピア効果は友人を選ぶことの重要性を示す概念でもあるのです。こうして事件当日も走行中の車に岩を投げて遊んでいた高校生3人。ついに殺人を犯してしまった時、彼らはどのような感情を抱くのでしょうか。汚れた勲章。2023年4月19日夜10時40分、インディアナストリートの近辺で走行中の車に岩を投げ回っていたケーニッヒたちは、前方に黄色のシボレースパークを発見。次で最後だ。ケーニッヒのその言葉に応じ、友人のチックは後部座席から運転席へ岩を差し出しました。右手にハンドル、左手に岩を持ったケーニッヒは車を一気に加速。この時車は時速166キロにも達していたとされます。そうして一度アレクサさんの車を追い越したケーニッヒ。そこから彼は減速し、彼女の車に近づいたその時、ケーニッヒが運転席の窓から砲丸投げのようにして放り投げた岩はアレクサさんの車のフロントガラスに命中。ガラスを突き破った岩は運転していた彼女の頭を直撃し即死させたのです。おい、さっきの車野原に突っ込んだぜ。岩が投げつけられた後、アレクサさんの車が道路を外れて野原に乗り上げたのを見ていたクワク。彼のその言葉で車内にいたケーニッヒとチックは岩にぶつかった被害者がただでは済まなかったことを悟ったのです。ここから一度ピックアップトラックを路肩に止め、証拠隠滅のために残っていた岩を全て放り捨てた3人。彼らは来た道を引き返し、岩をぶつけられたアレクサさんがどうなったのかを確認しに行くのですが、薄暗い夜道を進む黒いピックアップトラック。その車内では3人の少年が道路脇に広がる野原を見つめていた。あれじゃないか。草原に乗り上げたまま動かなくなったその車体を見て、3人のうちの1人、チックはわずかな罪悪感を覚えていた。しかし次の瞬間、やったぞ。
車内に響いたのは岩を投げつけた張本人K日比の歓喜の声。彼は友人のチックとクワクの方へ振り向き、まるで手柄を誇るかのような満面の笑みを見せた。そして車は一度現場を通過したが、K日比は U ターンし、また現場へと戻ってきた。クワク、記念撮影だ。現場に差し掛かったところで K日比は車を大きく減速。スマホを取り出したクワクはアレクサさんの車を写真に収めると、それを SNS のグループチャットへ投稿した。いや、この子たちも本当に救いようがないじゃないのよ。どうしたら人が死んで歓声なんてあげられるわけ？ケニヒたちにとってはね、殺人が勲章のように感じていたんです。最初はね、他人の車に嫌がらせをしてやろうっていう感覚でやってたと思うんですけど、完全に麻痺しちゃってますよね。犯行後、自宅へ戻った少年3人はそこで、事件のことを二度と口にしないという誓約を結んだといいます。翌日にはケニヒとクワクの2人が集まり、万が一逮捕された際、どのように言い逃れするかの口裏合わせをしたとも。結局は当日、車に岩を積むところを目撃していた友人ボップ君の通報により犯行が明るみに。逮捕後、K日比は黙秘を貫きましたが、最終的に共犯のチックとクワクが司法取引を持ちかけられ、2人ともがK日比が岩を投げたと告白。事件から1年後の2024年5月、チックには懲役45年、クワクには懲役32年の判決がそれぞれ言い渡されるのです。一方、アレクサさんに岩を投げた張本人であり、共犯の2人を扇動した点でも最も悪質とされたK日比は第1級殺人を含む19の罪で有罪に。2025年6月3日、彼には仮釈放なしの終身刑と並行して60年の懲役刑が課されました。K日比は境界性パーソナリティ障害 ADHD など衝動性に関する問題を抱えていましたが、それらも情状酌量の材料にはなり得ず、被害者のアレクサさんの腕には聖書の次のような一節がタトゥーとして刻まれていたといいます。あなたを憎む者に善を行い、あなたを呪う者を祝福し、あなたを虐待する者のために祈りなさい。アレクサさんのいとこによれば、彼女は交通事故の現場を通りかかった際にも被害者に祈りを捧げるような心優しい女性。もしアレクサさんが生きていれば、K日比たちのこともきっと許しただろうと遺族は語ります。しかしたとえ彼女が許したとしても、遺族の考えはそうではありません。 That this trash is getting is not near enough what it should be. Because if I had the opportunity to sentence him, he'd get the death penalty. 犯人のK日比に対し、クズとはっきり言い切ったアレクサさんの父親。悪い友人と過ごすうちに非行がエスカレートし、過ちを犯してしまう人は決して珍しくありません。そこから更生できる人と、さらに最悪のクズになってしまう人は、一体何が違うのでしょうか。それが全てとは言い切れませんが、普段どんな仲間と過ごしているかは、大きな要因の一つでしょう。あなたは今、心から尊敬できる人と一緒に過ごせていますか？今いる場所は、あなたの居場所だと言い切れるでしょうか？もし恋人から理由もなく暴力を振るわれたら、体の一部を切り落とされそうになったら、あなたは抵抗できますか？2025年1月、大阪府大阪市北区、警察に一本の通報が入りました。彼氏と別れ話をしてたら暴力沙汰になっちゃったんです。通報者は区内に住んでいるという若い女性。警察側は単なる男女トラブルだろうと思いつつも、通報を受けたからには現場に行かなければなりません。そしてある女性のマンションに到着した2名の警官。確かにそこには疲れ切った様子の若い男女がいました。しかし明らかにボロボロだったのは通報者と思われる女性ではなく、一緒にいた男性の方。警官は不審に思いつつ、2人それぞれから事情を聞くことにします。すると、はい、このあざは彼女に殴られてできたものです。でも実はもっとひどい目にも遭っていて。男性が語った出来事は警官たちにとってあまりにも衝撃的な内容でした。彼は以前、彼女の手で乳首と左手薬指を切断されていたのです。交際相手の乳首と薬指を切り落とした女。彼女が生配信で自ら語った衝撃の動機とは？尾崎の彼女を名乗るその女の正体は、衝動を抑える気のない魔物だったんです。この動画の続きはオンラインサロン秘密結社アルゴメトリーでご視聴ください。